皆さんこんにちは、レモン色です。皆さんはイラストを描くときどんな絵柄で描いていますか？私ね、こうやって絵柄について突っ込まれるの苦手だったんです。自分で自信を持ってこれが私の絵柄ですって言えなかったから。その時の私と同じように絵柄を決められなくて悩む人って多いと思うんです。でもね、最近私あることを意識してイラストを描いてみたんですよ。そしたらなんとなく雰囲気が統一されて、なんか絵柄っぽいの描けたって思ったんですよ。そんなイラストたちがこちら。どうですか？まあまあいい感じに雰囲気統一されてませんかね？ということで今回は自分のこの絵柄が決まる上で意識したあることについてお話ししていこうと思います。でね、皆さん早く知りたいと思うので結論を先に言っちゃいますね。私が意識したあること、それは自分の内面と深く結びつけることです。この動画の流れは以下の通りです。まず絵柄とは何ぞやっていうところを確認した後に絵柄を決める上でハマりやすい落とし穴についてお話ししたいと思います。その後一番大事なところ、内面と深く結びつけるとはどういうことかということを説明した後に、最後に具体的にじゃあ内面ってどうやって見つけたらいいのか、どうやって絵柄を決めていけばいいのかというところを説明していきたいと思います。時間がない方は気になるところだけ飛ばしてみていってもらって構いません。それでは絵柄って何かについて軽く確認するところからいってみましょう。絵柄とは、まずね、絵柄とは何ぞやっていうところ、これは私は勝手にその人らしさだと思っています。じゃあ絵のその人らしさってどんなところから感じるか細かく見ていきましょう。まずは形ですね。耳が大きいとか顔が丸いといった特徴が挙げられると思います。わかりやすいので言うとアニメや漫画のキャラクターですよね。各絵全部がそのように統一されているから制作者らしさというものが感じ取れるわけですよね。次は色ですね。彩度が高い絵にするか彩度が低い絵にするか、コントラストをつけるかつけないか、白の同系色しか使わないっていうことだったり、あとは肌の色は必ず褐色にするといったものもこの色によって特徴が現れます。あとは塗り方、線画をしっかり綺麗に描くかラフに描くか、水彩風に塗るか油絵風に塗るか、あとは一枚絵を描くとき背景は厚塗りですごく塗り込むんだけど、その中にいる人物は簡単に一色で塗るとかっていうスタイルで絵を描く人もいますよね。続いては描くもの、女の子しか描かない、それも着物を着ている和風の女の子だけといったように決めることもそうですし、あとは自然の風景しか描かない、空しか描かない、星マークを絵のどこかしらに絶対入れるとかもありですよね。こういった形、色、塗り方、描くものなどからその人らしさっていうものがわかります。だから絵柄を決めたい人はこの項目について考えてそれぞれ選択していけばいいわけです。じゃあね、早速それぞれ選択していこうよって話になると思うんですけど、ちょっと待ってください。皆さんに知っておいてほしい落とし穴があります。好きで決めるのは NG。そう、皆さん結構ね、好きを追求するといいよって思うんですよ。離れ目が好きとか、ショートヘアが好き、バチバチにかっこいい雰囲気が好きとかね、絵柄は好きの集まりだって言いますよ。確かにそうなんですよ。でも、それで絵柄が決まるなら、もうみんなとっくに決まってるんですよ。正直、好きの幅って結構広くないですか？ SNS のタイムラインとか見てると、いろんなイラストが流れてきますよね。私はね、可愛い女の子のイラストが来たら、好き、黒髪男の子好き、色鮮やかなイラスト好き、暗めのイラスト好き、水彩系好きって感じなんですよ。絶対これ私だけじゃないと思うんですね。全然違う雰囲気のイラストでも結局全部好きだと思いませんか？だからただ好きだから、なんとなく好きだからという理由で絵柄を考えていくのは少し危険なんです。では好きで決めるのがダメならどうやって決めればいいの？自分の内面と結びつける。いよいよ私がこの動画を通して一番伝えたいところですね。わかりやすく言うと、自分の大事にしているものや特に深く好きなものなどと結びつけようよっていうことなんです。先ほど落とし穴のところで好きだけでは NG っていうことを説明しました。自分の好きの範囲がこれくらいあったとしたら全部同じぐらい好きってことはないですよね。これはもうずっと語れるくらい好きというものもあれば、そこまで熱くなるほどではないけどまあまあ好き
というものもあります。それぞれ好きのレベルが違います。この好きレベルがポイントなんです。好きレベルが高いものと低いもの、これが一緒になっちゃってたから、いろんなイラストを見てもあれも好きこれも好きとなってしまっていたんです。好きの範囲が広すぎちゃったんですよね。なので私が言いたいのは、好きレベルが高いものに絞りましょうってことなんですよ。そうするとより自分の内面と深い部分とつながっているものだけが残る。その残ったものを使ってイラストを描いていけば、自分だけの絵柄を作ることができるんです。じゃあね、自分の内面深い部分と関連させた方がいいということは分かった。でもそのためにじゃあ何をしたらいいの？内面の見つけ方。はい、そんな方のために私からあなたの好きレベルが高いものをあぶり出していく方法を教えちゃいます。このやり方で絵柄を決めていくと、絵を描く上で新しい視点を得ることができます。結構皆さんね、深い部分で好きだったり大切にしていることって当たり前すぎて意識していないことが多いんですよ。またイラストとは関係ないことだと思っていたのに、実際は結構活かせる要素だったっていうこともたくさんあるんです。皆さんにはね、その新しい発見をしてもらって、それと結びつく要素を絵柄に反映することができるようになります。そうすると今までよりも納得感と統一感を持った絵柄で絵を描くことができるようになります。好きレベルが高いものをあぶり出す方法は4つのステップからなります。1、他人の描いたイラストを見る。2、絵柄に含まれている要素を把握する。3、2で出た要素の反対または並列する要素を並べる。4、並べた要素から自分の内面と結びつく要素を選択していく。それではそれぞれのステップを見ていきましょう。1、他人の描いたイラストを見る。どんなイラストでもいいです。X でたまたま流れてきたものでもいいし、好きなイラストレーターさんのイラストを1枚持ってきてもいいです。一応例として私のイラストを1枚用意してみましたので、時間ないよって人はこれを使って一緒にやってみましょう。2、絵柄に含まれている要素を把握する。そしたらこのイラストの絵柄を構成するのにどんな要素が含まれているかというところを考えます。パッと見た時にわかるイラストの特徴ですね。ざっとこんな感じで挙げてみます。女の子、ロングヘア、無表情、自然、現実。これはファンタジー感がないっていう意味ですね。そして厚塗り、緑色系統、目に光がない、ガサガサしたブラシ。とりあえずこれくらいで押さえておきますね。3、2で出た要素の反対または並列する要素を並べる。はい、さっき出した単語の反対の意味や並列される要素を考えて書いていきます。例えば女の子という要素があったとしたら、他に男の子、中性、大人男性、大人女性などが出てくると思います。他の要素もこんな感じで考えて書き出してみました。ではここからどうやって自分の内面と結びついたものを選んでいくか。まずはパッと見て自分が好きだと感じる要素すべてに丸をつけてください。一つの項目で一つしか丸がつかない場合はそれでいいんですけど、一つの項目で複数丸がつく人も多いんじゃないかなと思います。私もね、流れてきたイラストが厚塗りでもブラシ塗りでもアニメ塗りでももう全部好きなものは好きです。こんな絵描けるようになりたいなと思っちゃいます。欲張りなのでね。で、そのように複数の要素に丸がついた場合、あなたはその項目の好きの範囲が広いということになります。ストライクゾーンみたいな話ですよね。だからそれを絞っていく作業をします。その作業っていうものが項目それぞれに好きな順位をつけてください。そしてその時その理由を説明してくださいというものです。順位は重なっても大丈夫なので、なぜそれが好きなのか、なぜこの要素がこの順位なのかというところを言語化していきます。難しいよという方になぜそれが好きなのかということを考える上でのコツをお伝えしますね。コツはなぜと理由を深掘っていくことです。そうすると自分の深い部分にたどり着くんですよ。例えば要素の一つに三白眼があったとします。こんな感じで下の白目が見えている目ですよね。私三白眼が好きなんですよ。これをなぜと質問攻めしていきます。なぜ三白眼が好きなの？ミステリアスな雰囲気だから。睨んでいるように見えるから。なぜミステリアスが好きなの？なぜ睨んでいるような表情が好きなの？何を考えているかが分かりづらい。含みがある感じがするから。周りの目を気にせず自分のありのままを出しているように見えるから。
はい。なぜ三白眼が好きなのかというと、何を考えているかわからない、含みがある、周りを気にしていないからといったところにたどり着きました。ということはですよ、私は全てを表に出さない、含みを持たせる表現や周りを気にせずありのままを出すことにとても関心があることがわかります。これすごく私の深い部分なんですよ。なんかこうやってね、皆さんに話すのどこか恥ずかしいと思っちゃうぐらい、そのくらい自分の根っこにつながっている要素なんだなと感じています。実際私はこれまで三白眼を描いたり、三白眼ではなくても含みを持たせた表現っていうものを描いてきました。自分でもこういうのいくらでも何回でも描けるなと実感しています。私は三白眼のミステリアスさの部分が深い内面に刺さりましたけど、みんなそうとは限りません。好きな人が三白眼だからという理由で三白眼が好きな人もいるかもしれないし、自分が三白眼だから、自分が共感できるから好きっていう人も中にはいるかもしれません。好きな理由は本当に人それぞれだよっていうことを意識して自由に理由を考えてみてください。ではこれを意識しながら順位付けやっていきましょう。例えとしてこの表情の項目を使って私がやってみますね。ここに並んでいるのは無表情、笑顔、泣き顔、狂った顔、怒った顔、困った顔、顔なしですね。これを好きな順に並べていきます。私の場合、これをパッと見た時に怒った顔にはあまり興味ないなっていうのが直感で分かったので、ランキング外にしちゃおうかなと思います。残りの項目に順位をつけてみますね。はい、こんな感じです。1位無表情、2位泣き顔、3位笑顔と顔なし、5位狂った顔、6困った顔です。はい。では、私がこの順位にした理由を説明していきたいと思います。1位の無表情。これは何を考えているかわからないというところに惹かれるから。見た側がいろんな背景を考えて想像を膨らませることができるから。2位の泣き顔に関しては、これもなんで泣いているんだろうで想像を膨らませることができるのがいい。でも盛大にワンワン泣いているよりもやはり無に近い表情で静かに泣いている方が、表情がうるさくなくて落ち着いていていいと思う。次に3位笑顔ですね。やっぱりリアルでも笑顔は大切だと思うから、こっちも気分が明るくなる。でも無表情とは違ってあまりこちらから探りたいという気持ちにはならないから3位。同じく3位顔なしですね。表情がなくてこちらの想像をかき立てられるのはいい。でもやっぱり人の顔には興味がある。自分の思う可愛い顔、かっこいい顔っていうものを描きたい。続いて5位ですね。狂った顔。狂気じみている顔は好き。自分をさらけ出している感じがあってとてもいい。でもたまにでいいかも。毎回狂気じみているのは疲れるといった感じですね。そして最後6位困った顔。あまり想像を膨らませる気持ちにならない。困り顔は可愛いけどどちらかといえば顔を大きく困り顔を主役にして見せる時に向いている気がする。私は一枚絵全体、背景などにも目を向けられる一枚絵が好きだから困り顔はそれとちょっと合わない気がする。だから惹かれないのかも。あとずっと困ってるのは、狂ってる表情と同じで疲れる。こんな感じですかね。私の深い部分がだいぶ大公開されたと思うんですけど、これをやってみるとすごく自分の内面が出てくるんですよ。今のこの表情の項目の順位付けで出た私の情報を簡単にまとめてみると、レモン色は何を考えているかわからない雰囲気が好き。自分であれこれ想像を膨らませたい。笑顔はどんな時でも元気をくれる。可愛い顔、かっこいい顔に興味がある。でも顔ばかりじゃなくて全体の雰囲気も大事。穏やかさ大事。自分をありのまま出しているのが好き。激しい表現はたまにでいい。惹かれる。ということがわかります。こんなに自分のことわかっちゃいました。すごいでしょ？これまだ項目一つですよ。これを項目全部やっていく。そしてまた違うイラストを引っ張り出してきて、それでもまたステップ1から同じことをやっていきます。そうしたらそれぞれの項目のランキングのトップもしくは上位に来る要素っていうものが分かってくるじゃないですか。それらがあなたの深い部分と結びつく要素だよってあぶり出されたものたちなんです。なのでそれらを使ってイラストを描くようにすると自然と自分に合った絵柄っていうものが決まっていきます。特に注目してほしいのが何回も説明に使っているワードです。これ繰り返していくと同じようなことを何回も説明している自分に気がつくと思います。私で言うとね、三白眼のところでも無表情のところでも何を考えているかわからないミステリアスさというものが共通して出てきたものでした。そういったたくさん出てくるワード、フレーズ
図、表現というものを大事にしていってください。何回も出てくるっていうのは自分の中でかなり深い部分です。絶対に活かした方がいいので、特に自分が何回も使うワードなどを押さえておくのがおすすめです。はい、こんな感じで絵柄を決める具体的な方法をお伝えしてきました。なんで私がここまで内面と結びつけることにこだわるのかというところ、思う人もいるかもしれないので、ちょっとお話ししておくと、理由は持続的だからなんですよ。自分の深い部分で好きなものほど、要は愛が深ければ深いほどいくらでも見れちゃうし書けちゃうんです。でこれはね、やってみるとわかります。浅い好きに従って書くと、一回書いたらお腹いっぱいで満足しちゃうことが多いんですよ。でも深いレベルで好きだと、ずっと見てられる、ずっと書ける、どんどんイメージできる、どんどん学びたくなるというようにモチベーションが維持しやすいです。実際私はそうでしたし、自分の内面とつながる要素に気づいた今では、これからもそれらの要素を使って書いていこうと思っています。なので今ちょっとめんどくさそうだなとか、本当に見つけられるかなと思っている人こそぜひやってみてほしいです。この動画を一言にまとめると、絵柄は自分の内面と結びつけるといいよということです。もうね、それが皆さんに伝わっていれば私は満足です。といった感じで、今回は絵柄の決め方についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？もしよろしければ、私はこういう理由で〇〇の要素が好きだよなどね、コメント欄で私に教えてください。このチャンネルではイラストを通して自己成長を楽しむというテーマで発信していて、チャンネル登録者数10万人を目指しています。私は他にもメイキングや添削動画などを載せていて、イラストの上達やお絵描きについての考えを深められるようなコンテンツを発信しています。私の活動を気になってくださった方、今回の動画で新しい発見があったよって方は、高評価とチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。